説したいと思います。モナの半魚の真似してんの？あげるんじゃないよ。朝はたまに気が向いたらおうちカフェしてます。朝は最近は向かない時もあってしてないんですけど、ちょっと前まで一人でハマってて、りゅうちゃん巻き込んでおうちカフェしてました。私のおすすめ、このピスタチオのやつ、これは飲みます。濃厚ピスタチオホワイトショコララテ。これをウォーターサーバーのお湯入れて飲みます。どれだ？どうぞ。食べないで。静かにして、今日はゲットレディーウィズミーだよ。今日は ASMR 風でちっちゃな声で喋ってやるの。みんな朝だから大きい声出さないで。失礼しました。ピスタチオラテ飲みます。これめっちゃ美味しいの。うるさい。じゃあメイクしていきます。りゅうちゃん、鏡立って。あっちにあるの、洗濯物の下に。ありがとうございます。スヌーピーがなくて。どこ行ったの？ちゃん。本魚と紫のやつしかない。どこ行ったかスヌーピー。こうやって ASMR やってんの。これはトーンアップのピンクの下地で、私はイエベハルなのでピンク下地使ってます。リフトアップ。これトーンアップベース、ウォンジャンヤのトーンアップベース03スカイブルー使ってます。これは肌を白く見したいところにのせてます。まあ全部肌白く見したいんだけど、鼻とか高く見したいじゃん。そういうとこ中心に全部にのせると多分顔がでかく見える気がする。今日はこの後りゅうちゃんとお出かけするので、タイムリミットはあと1時間。余裕だね。お昼どうする？このクリームパンどっから食べる？これクッションファンで
ヒンスのカバーマスターピンククッション17ライト使ってます。なんでこれで足りる？ほんなもでも今日はちょっとだけにしようと。体重が1キロ増えてた。やばい。あんなダイエット Vlog 出したのに1キロ増えてた。キャンメイクのマシュマロフィニッシングパウダーを眉毛と目元、あとほうれい線、これから色をのせていく部分にのせます。チークをのせます。血色がないので早めにのせます。なんか1キロ太ったからぷくまる。やばい。最近ホットケーキとか小麦粉にハマっててあんま普段食べないからとかパンとかもハマっちゃって、普段小麦粉食べない分その反動でめっちゃハマっちゃって、クッキーとかもすごい食べたい。でもいつも2月はよくこういう落とし穴にハマって、去年もバレンタインで一気に太った。6月ぐらいまでずっと引きずって太ってた気がする。チークはほっぺちょい下とこの鼻下とこれのしてます。全部ここの位置に入れると中顔面短縮。エントロピーのタッチコラル、さっきのはタップピンク、これをちょっと重ねます。こちら韓国のダイソーで買ったタグであるマルチシェーディング02モノクールを使います。これのこっちの茶色い色を使って濃いめにノーズシャドウを描いていきます。めっちゃ濃すぎたかも。ちょっとこっちぐらいがちょうどいいのにめっちゃ濃く描いちゃった。なんか全然文字が読めなくなっちゃってるんですけど、クリューの04かな、こっちの色を使って涙袋描いていきます。アイメイクは先に涙袋描きます。お、上手に描けた。こんな感じで右も描きます。コツは真ん中を先に描いて、そっから左右にぼかす感じ。なんか普段この丸い鏡使ってるんだけど、これ丸い鏡使ってるんだけどこっちのでかい鏡の方がいいかも。なんで？なんか全体見えるから、全体見えるんだけど近くでこうやって見ちゃってる。なんで？だけどこっちの方が大きいじゃん。自然と全体見てるんだよね。なんで木ですね。赤ちゃんにあるらしいよ。全部なんでね、モナだよね。モナは全部なんでって聞きます。でもさ、なんでってさ、しつこいとさ、ほんとしつこいけどさ、いいことだと思うんだよね。いいことだよね。だってそれをおろそかにしちゃうと、まあでも子供が全部に対してなんでって言って全部理解してくれるわけじゃないからめんどくさいかもだけど、モナはなんでだろうって考える人の方が好きかも。人として話してて楽しくない？なんでだろうって考えないと会話終わっちゃうんだよね。私たちみたいな NF はこうだよってなったら、ああそうかって終わっちゃうし、会話が楽しいから。このクリオンの薄いピンク、これを全体塗りました。私最近奥目ってこと自分で気づいたんですけど、奥目の人はアイシャドウ濃くなくていい。グラデーションとかあんますると目が逆に重く見えちゃうから、単色の明るい色で、あとこっちに広がって目尻に行くにつれて広がる風に描いたら漏れます。
でキラキラのせます。アディクションのキラキラ。朝日新聞や。読んでんの今？うん。経済回さないと。龍が？新聞を読んで。うん。漢字が多い。何で見れんの？携へえ。新聞よりテレビの方がいいんじゃない？龍ちゃん。あ、今眉毛描きました。ジェネジェネ東京ダイソーのやつです。04で眉尻だけ。なんでって言った？読んでるな。頑張って読んでるの？うん。頑張って読んでるから文句言わないで。俺頑張ってるのだって。セザンナの各アイゾンコンシーラー、これで涙袋描いていきます。私って本当にポンコツで、なんか物事一個考えちゃったらもうそっちで頭持ってかれて、今やってることとか何しようとしてたかを超忘れるんですね。これって ADHD？ いや、もしこれが ADHD だとしたら考え方だと思う。 ADHD っていう風に勝手に定義づけされただけで、うちは ADHD だと思ってない。考え方が良くないと思ってる。だよね。最近その改善方法を気づいてチャッペンに聞いたんね。これもよく一つのことからいろんなことをこう考えちゃうんですね。過去のこととか、ネガティブでもポジティブでも、まあ大体ネガティブの方いっちゃうんですけど、それで今やってること何してたっけ、これも忘れた、あれも忘れた、やばい遅刻しそうみたいなことがよくあったんですよ、今まで。それでどうしたらいいかなってチャッピーに聞いたら、一回その頭がねどっか行っちゃった時に、私は今何をしている、何が見えてる、何が聞こえている、五感で何を触っているとか、一回それを自分に聞いてみてみたいな。そうすると戻ってこれるよみたいなで、その反復練習が大事なんだって。反復して戻ってくるっていうことを意識的にしてると、それが癖になって戻ってきやすくなって、今自分がやってることに集中できるって。私は本当にどっか行っちゃうのが今癖になってて、そう癖になってるから戻す練習、現実世界に。だからもし私がこの症状が ADHD だとしたら治せます最近それでねすごい治ってきたと思ったんだけど、たまにめちゃめちゃポンコツが発生する。でもリュウもどっか行くことあるんでしょ、と思う。でも戻ってこれんだよね、すぐリュウは。戻ってもうな、どっか何かを考えたらそのままずっとそのことについて一日中考えてるNF の人結構そうだよ。 INFP あるあるなのかな。はい、涙袋描き終わりました。キラキラちゃん、シピシピをのせていきます。こんなにゲットレディーウィズミーなんだけど、めっちゃメイクのと説明しちゃってる。キラキラちゃんを目頭にのせてます。これ K-POP アイドルになれるよ、このキラキラのせると。マスカラこれあるかな。メイブリンスカイハイちょっと切り始めてるんだよね。だけどこれが一番結局いいんだよね。やばい、本当に最近シーズン1から見てるんですけど、ボーイフレンドガチハマりしてて、1を私ちょっと流し見してたのね。めっちゃ面白かったんだけど、1を流し見しててもうゆうちゃんうるさい。そう、1を流し見してて、2はめっちゃちゃんと見たの。だから2めっちゃ面白いって思っちゃってるんだけど、なんかもうほんと泣けるシーン多すぎて、私は本当フーエとボミのカップル推し。もう尊いあそこのカップル。イザヤとウィリアムは本当にこんなおこがましいんですけど、めっちゃ本当自分たちと超重なって、なんか私も人を信用してなかったよね。
なんか付き合ってもどうせ別れるだろうとか一緒にいやみたいなのは本当にそれがどういう意味なのかどういうことなのか、どうせ別れる苦しいよみたいに正直思ってたのね、心の中で。だけど本当に龍が行動と言葉一つ一つでうちの不安をね変えてってくれたの。とってもこんなにまっすぐ言ってくれる人いるんだってなって、めっちゃ心を開いてったの初めて。それが本当にイザやウィリアムカップル見てると、自分たちの出会った当初と大丈夫ですか？ご飯行けた？大丈夫。やっぱり寒いから行けたんだ。みずみずしかった。本当？夏だったら終わってたね。夏だったら終わったねえ。ごめんね、りーちゃん。何やろうとしてんの？よーい。用意？洗面所で？それはそう。ほな、もうすぐ洗面所行くよ。これね。そうだからなんか2人の出会いを見てると自分たちを見てるかのようで、自分を見てるかのようで、いやほんと不安だよねって思うのよ。マジわかる、ウィリアム気持ちって思うのよ。なんか信用できないよね、別れ普通に来るって思っちゃうよねって。ウィリアムとイザヤも2人の間でなんかちょっともやっとする事件が起きた時にイザヤがちゃんとそれを解決しようと話し合うじゃん。その時間を設けるし、そっから逃げないじゃん。曖昧にしないというか。リュウもそのタイプで、どうしてモーナがそう思ったのか、そうなっちゃったのか、これはこうだよ、だからこうしていこうみたいな感じで曖昧なまま終わらせないというか、向き合うちゃんとみたいな。本当にこんな向き合ってくれる人うちにいるんだと思ってびっくりしたの。アイラインもかけました。そしたら声出ない、やばい。ちょっと声が出ないのでやばいです。ハイライト、こちらディオールのハイライトを使っていきます。この間急遽買ってきたセザンヌの03ソフトコーラル影色リップメーカーでオーバーリップにしたら、このビガーナイズシーリップ G バームリップカラー04ライトピーチ、これを内側にのせていきます。完成。じゃあ髪の毛やってきます。そして髪の毛やったら準備して、そろそろ時間なので出発したいと思います。やばい、腰も痛いし喉も痛いし1キロ太ったし、ちょっと待っててね。やばいです、遅刻しそうなので準備して、準備終わったので行ってきます。 OK、 完璧。よし、行きましょうか。大丈夫？行ってまいります。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価、無断転載もよろしくお願いします。行ってきます。バイバイ。